はい、宇治です。ジュピター XM 出ましたよ。見てください、このかっこいいルックスでね、これミニ鍵盤なんですけども、めちゃくちゃ弾きやすいですね。3オクターブですけどね。さて、このジュピター、ね、今いろんな音が出てたの分かりますかね。いろんな音をねレイヤーさせたり、リズムを入れたりとかね、アルペジエーターを入れたりとか、ものすごい先進的な機能がね、もう直感的に使えるという面でものすごい気に入ってるんですけど、私このねジュピター XM の大きな特徴は、カメラさん寄っていただけますかね。ここ見てわかるんですけど、ジュピター10 JX SH XV RD プリローデッドモデルずっとあります。これね、このジュピターとジュノーと JX と SH XV RD がもうビルトインされているという状況で、今の音色なんかそれが重ねられて重厚な音色が出てたわけですけど、一個一個の音色をね、ちょっと紐解いてみようかなと思いますけど、これねモデルバンクというところで押すとそれぞれのモデルがこう出てくるんだけど、これ分かるかね。ジュピター8って出てるでしょ。これジュピター8のいろんないろんな音色が入ってるんですけど、これね、名前がついてるでしょ、それぞれの音色ね。実はね後ろの方に行くとね、全部大文字のねプリセットがあるんだけど、これはもともと Jupiter 8に入ってる音色、それを再現したの。今エフェクターが入ってますけどね、エフェクターもこれはねもう超高品なエフェクターがね。今回はねちょっと見てください、こっちで、ローランドのヴィンテージをちょっと用意しましたけどね、今回は JX8P と SH101 で Jupiter 8じゃなくてごめんなさい6ね。本当はねジュノー106もあったんだけどね、ちゃんと音が出なかったんで今回なしですけど、 Jupiter これねいい音してますね。もうシンクのねジュピターの有名なこれも全く出てるわけですよ。とかね、例えばこういうストリングス、これなんかこうフィルターのもういい感じ。こっち側のストリングスいってみましょうか。もういい音だね、いい音だね。もちろんこちらも
っかりねジュピターのキャラが出てんじゃないかなと思いますね。これ何気にねフィルターのとこヴィンテージフィルターとあって R と M と S ってあるんだけど R は当然ローランドだわね。この全くジュピターと同じ機器のフィルターだね。 M は往年のあれでしょう、アメリカのね4文字のこのねフィルターのレゾナンスの次がもう、ね、ラダーフィルターってことね。そしてもう一つ S っていうのが私の大好きなね、ポリフォニックシースの S ですね。なるほど、しっかり特徴出てるね。でもジュピターはやっぱ R だな。レゾナンスが効いた時のこの質感がねローランドのフィルターの特徴だ。感じ出てますね。この感じもねもう父より一緒。もう最高です。ご機嫌です。でジュピターでしょ。で、小文字が混ざってるこの音色軍団はこれジュピター XM に専用で作ったやつね。当然エフェクターがこうねありますから。もういい音ですね。次行ってみましょうか。ジュノーはねジュノー106なんですよ。本当はね、我々持ってたんだけど残念ですが音出ませんでした。でもこの音まさにジュノー。この低音の感じがねこれもね大文字のやつは大文字のプリセットネームのやつはオリジナルの音色なんですよこれ。なるほどね。オリジナル音色です。いい音だ。ね。やっぱりジュピターと全然違う質感がわかりますね。次 JX というとね。JX8P なんですよ。これもいろんな音色がJX8P ってベロシティが低いんで実機もそうですよもちろん。でしょ。これもこの大文字軍団は全くオリジナルなんですよ。オリジナルと全く同じプリセット。はい、JX8P ありますよ。じゃあピアノいってみましょうか。同じだわね。おーバッチリだ。じゃあストリングス。JX8P のストリングスも大好きなんですよ。もう最高。もう最高だね。オルガンの2。オルガンの2というとね、これでね。
最高じゃないですかこれ。このサウンドトラック、パッドが包み込むような、あ、いい音。はい、オリジナルはこれです。本当。もう最高に気持ちいいです。JX8P が完全に再現されてるの分かりますね。そして SH。SH101 ですよ。ここにあります SH101。当然モノだからね、この時代の SH101 ね。これね、当然モノの音色いっぱいあるんだけど、SH でポリも出せるってさすがモデリング。もうまさに SH ですね。さてこの音、これも作ってみました。これサブオシレーターがいるんで、ここでね。いい感じですね。しっかり特徴が出てる。もう超楽しいですね。こう SH101 がもう完全作業ですね。そして XV5080、もう私も使ってたもう愛機ですけど、この XV のプリセットが聞き覚えがある。もうね、もうサンプリング音源としてはもういい音だ。という XV のプリセットがもううわーっと入ってる。そしてRD というと RD のピアノですね。この鍵盤がしっかりベルシーについてくるね。非常に弾きやすいです。というね、Jupiter、Juno、JX、SH、XV、RD、このモデルが全部入ってると、もう最高ですねこれね。でポイントはこれらをミックスできると
ね、例えばねここにある Jupyter 6もねこの JX8P も MIDI がついてるけども、我々がよくやったのはやっぱりね一つの楽器でももちろんいい音出るんだけど、やっぱり2つ全く違う質感のものを MIDI でつなぐとやっぱりねその奥行き感が出るんだよね。例えば JX8P のストリングスと Jupyter のストリングスを重ねるだけでもうなんか広がり感と奥行き感がもうすごいことになるんですよ。それを完全にこれ1台でできてしまうという全く違うモデルですからね。これはね本当夢のようなんだよね。じゃあちょっと作ってみましょうか。ね、この Jupyter Juno JX、SH、XV、RD これらのもうそれぞれもう最初に入ってるこのモデルがいっぱいあると。でこの凄さもね、分かったと思いますけど、なんたってね JupyterXM の醍醐味はこれらを重ねる、違うモデルを重ねることができる。そうすることでさっき言ったように奥行きとかね広がり感がねすごいんですよ。これをね実際にやってみようと思いますね。まず、パートを選びます。パートね今1234、R ってあるけども1を選んでいて、でエディットするパートを選ぶのね。でそこで Jupyter を選んで、まずは Jupyter でちょっと重厚なストリングスを作ってみようかね。ストリングス、あいいね。これでちょっと甘めにしてこんな感じがいいんだ Jupyter の。いいねいいね。次パートのこのねオンオフ2をオンにして2をエディットして、モデルをJunoを選びましょう。これだけでもJunoとJupyterが重なった感じ。キャラが違うから全然違うでしょ。次、パート3を入れてみようか。パート3はじゃあ JX 入ってみようかな。でモデルも JX にしましょう。もうこの感じもいいけどね。いいね。で、エフェクターはねそれぞれのパートに MFX いるんだけども、パートのエフェクターでリバーブとかディレイとかコーラス、いい感じ。こうやってできるわけですよ。全然違うよねこの広がり感がね。じゃあもう一つ作ってみようかな。じゃあピアノにこういろんな音を重ねるような感じで RD を元にやってみようと思いますね。ここでまずパートの1を、今 Jupyter が選ばれてるんでモデルバンクを RD を選びます。そうするとでしょ。じゃあ次にパート2をパート2でエディットね。でモデルを Jupyter 選びます。Jupyter のストリングスのこうストリングス Jupyter でこれでちょっと甘めに。いいね。さらにいきますよ。3つ目、パート3つ目をオンにして3つ目のエディットを3エディットしてセレクトしてモデルをねじゃあ XV の XV ねこれね XV の来てるね D50 とやっぱファンタジーだな。じゃないのもう最高。じゃあ次のシーンはねこの JupyterXM ならではのこのリズムとね
そしてこの I アルペジオ、これを使った感じで作ってみようと思いますけど、まずパートを1が出てるんで、こうリズム R のとこにしますね。そうするともう最初に出てくるのかなってなんたってね、八百屋ですよ。いいね、いい感じですね。でここでアルペジエーターオンにします。あ、なんか鳴りますね。でしょ。でここでね、いろんなのを選べるんですよ。例えばループ、あ、来た来た来た。いい感じでしょ。で次にタイプを選びます。タイプでね、いろんなタイプあるんだけども、ここでねちゃんと音がついてくるやつがいっぱいあるのよ。こういうのとか。もう超かっちょいいですね。いい感じです、いい感じですね。これで、次にじゃあ、手弾きのパートも入れてみようかなと思うんだけど、パート今リズムでしょ。で1をオンにして1のエディットでジュピターを足してみましょうか。という感じでね、これ弾いてる音に関してまたこの AI 的にね、もう変わってくれてるんですよ、いろいろと自動的にね。これは楽しいですね。さて JupyterXM いかがでしたでしょうかね。これのね60鍵盤の JupyterX も、ね、すごいですけどね、この小ささもまたいいね。コンパクトにちゃんとまとまってるっていうところ、やっぱりね1台でここまで多くのヴィンテージシンセモデリングしたねシンセはねないです。これはすごい。でね、すごいのがこのね中のエイジングパラメータっていって、このね時間とか温度の変化でこういろいろね、アナログシンセの挙動を再現する機能だとか、スピーカーがね内蔵されてるんです。実はここにツイーターとウーファーがねここにあるんですよ。で Bluetooth で、例えばね、スマホからの音を、ここで出せたりとか、 Bluetooth で MIDI の情報を送受信したりとかね、これはすごい。で、キヤノンの出力もあるし、もちろんボコーダー用のねキヤノンのマイクのインもあるし、で何気にねこうさっきからこのね滑らかに動いてるの分かると思うけど、これね128段階じゃなくて1024段階ですから、滑らかさがもう完全にアナログフィール、すごいです。JupyterXMでした。